最新情報をまとめと考察、機動戦士ガンダム、水星の魔女、プロローグから本編序章。2022年7月14日、バンダイナムコの特設サイトにて、10月からスタートする機動戦士ガンダム、水星の魔女の前日談であるプロローグが公開されました。事前情報では、学園ものになるのかという噂が飛び交ったりもしていますが、いざプロローグを見てみると、個人的には、機動戦士ビクトリーガンダム並みの重さを感じさせるようなストーリー展開に驚きを隠せませんでした。また、新たな情報も多数登場しましたので、今回は、現段階で判明している水星の魔女の情報について、まとめと考察をしていきたいと思います。本動画は、内容の性質上、ネタバレを含みますのでご注意ください。また、プロローグは、アーカイブなしの一発配信で、指定の時、指定の場所でしか見ることができないため、私が視聴中にメモを取った内容でお話しさせていただきます。そのため、間違いを含んでいる可能性がありますので、ぜひ、皆様からのコメント、たくさんいただけたら幸いです。まず、物語の概要としては、本編では、あまたの企業が宇宙へ進出し、巨大な経済圏を構築する時代、アドステラ122年、モビルスーツ産業最大手のベネリットグループが運営する、アスティカシア高等専門学園に、主人公スレッタ・マーキュリーという少女が水星から編入してくるところからスタートすることが明かされています。一方で、そんな物語のプロローグで描かれた内容としては、スレッタが4歳の誕生日を迎える頃の話となります。本編のスレッタの年齢はわかりませんが、15歳前後に見えるので、約10年前の話と思われます。4歳のスレッタの名前はエリクト様や、通称エリーとなっていて、スレッタではありません。エリーには父親ナディム様やと母親エルノラ様やがいました。両親の2人はバナディース機関というところでガンダムルブリスの開発に携わっており、ナディムはガンダムルブリスを開発したオックスアース社からの出向者、エルノラはガンダムルブリスのテストパイロットとなっています。またガンダムルブリスを開発するバナディース機関には他にウェンディ・オレントとナイラ・バートランという2人のテストパイロットもいました。世界観としては、人類は宇宙光線か何かにさらされると身体に悪影響をもたらすようで、その悪影響を防ぐためには体を機械で改造しなければ生きられないような描写があります。エリクトの母エルノラもその一人のようで、本来は生きていられなかったところを特殊な手術をして腕を機械にしたから生きながら得ることができたと語られています。バナディース機関の代表カルドナボは、そんな人類を救うために体の機械化を図る技術、ガンドフォーマット理論の第一人者であり、そのバナディース機関をモビルスーツ開発会社のオックスアース社が買収して、ガンドフォーマットを組み込んだモビルスーツ、ガンドアーム、すなわちガンダムの開発を行っているようです。物語としては、バナディース機関の代表を務めるカルドナボのもと、ガンダムルブリスの稼働実験が行われる後、ガンドフォーマットがエラー続きで、モビルスーツ開発協議会から課された条件をクリアできず、テストを行うエルノラが焦っている状況から話が始まります。カルドナボは、エルノラでダメなら誰にもできないといった発言をしていました。ガンダムは、ガンドフォーマットで人体とリンクするシステムを持ったモビルスーツですが、リンクシステムの開発がうまくいかないことから、搭乗者に悪影響を及ぼしてしまっており、ガンダム開発が世間から問題視されていました。ただ、ナディムの話から察するに、本来なら、ガンダムルブリスは、まだ公開前のテスト段階だったはずが、何らかの要因によって、無理やり、モビルスーツ開発協議会の稼働実験という表舞台へ上げられてしまった機体のようです。モビルスーツ開発協議会のメンバー会社の一つと思われるグラスレー社が、ガンダムを開発するオックスアース社のことをアーシャンと呼んだり、アーシャンを魔女とも呼んでいて、オックスアース社を憎んでいる様子が描かれています。また、グラスレー社は、ガンダム開発の失敗が地球側に軍の拡張の口実を与えてしまうので、ガンダム開発を中止させるべきと語っています。なお、オックスアース社を憎むグラスレー社の CEO サリウス・ゼネリはモビルスーツ開発協議会の権威であり、発言力が強いようです。こうしてモビルスーツ開発協議会を動かすグラスレー社の陰謀により、ガンダム開発中止の動きが取られ、バナディース機関の人々は強制執行という名のもと殺されていきます。さらにグラスレー社のモビルスーツベギルベウと量産機ファイングラの暴力に対して
ナディムとウェンディは量産試作型ガンダムルブリスで対抗しました。爆弾型ファンネルのようなスコアと呼ばれる武装で戦いますが、ガンドシステムのリンクが未完成なのか、スコアを使用すると顔に赤い光が走り、体に異常をきたしていきます。ちなみにベギルベウにはモビルスーツ開発評議会の特殊部隊ドミニコス隊のパイロットであるケナンジ・アベリーが登場しており、この頃のモビルスーツ開発評議会はグラスレー社が開発したベギルベウを採用しているようです。そんなベギルベウにはガンダム対策の武装が搭載されており、ガンドフォーマットを強制的に使用不能にして撃破していました。こうしてナイラ、ウェンディ、カルドと次々とバナディース機関の面々が殺されていく中、ガンダムルブリスでエルノラとエリーは脱出するのですが、エルノラが作品冒頭でガンドフォーマットのエラーに苦戦していたのに対して、エリーはたやすくルブリスの認証をクリアしてたやすくルブリスを操縦し、シールドファンネルともいえるガンビットを自在に動かして敵をあっという間に撃墜していきました。しかしガンダムを無力化できるベギルベウの猛攻の前に、父ナディムの犠牲をもってエルノラとエリーは逃げるのでした。そして同時にグラスレー社のデリング・レンブランが率いる監査組織カテドラルはガンダムを認めないと発言し、本編の時代へと進んでいきます。判明した内容を表で見てみると、まずオックスアース社が買収したバナディース機関には代表のカルドを筆頭にガンダムルブリスのパイロットエルノラと量産試作型ルブリスに登場したナディム、そして娘のエリー、他にウェンディとナイラがいました。しかしカルド、ナイラ、ウェンディは殺され、父ナディムも妻と娘を守って死亡。ルブリスはエリーの力で正常に起動。オックスアース社はアーシャンと言われているので、おそらく地球出身者で構成されていると思われます。またアーシャンイコール魔女と言われていることから、アーシャンは地球出身でありながらニュータイプのような特殊な能力やその素養を持っているのかもしれません。それに対してプロローグの時代にはグラスレー社とジェターク社が登場しており、オックスアース社を合わせたこの3社はモビルスーツ開発協議会の加盟会社のようです。作中では様々なモビルスーツ開発会社が登場しますが、各社が開発したモビルスーツはモビルスーツ開発協議会のテストに通って初めて商品化されるということなのかもしれません。ここで本編のモビルスーツやキャラクター設定も表に入れてみてみると、青く背景をつけた箇所が本編の世界となります。まずグラスレー社は CEO の養子シャディク・ゼネリとアーシャンを憎むデリングに反発する娘ミオリネが登場します。シャディクはガンダムを憎むグラスレー社の養子ということで、主人公に敵対しそうな立ち位置の人物にも見えますが、どうでしょうか。ミオリネは父に反発する人物なので、主人公のスレッタの仲間になりそうな気がします。ジェターク社はプロローグでは個人的にはいまいち印象が薄かったのですが、本編ではジェターク社の御曹司が登場するということになっています。ペイル社はプロローグで登場しなかった企業です。ペイル社のエラン・テレスが狩る機体はガンダムファラクトとなっていますが、プロローグの話ではガンダムは人体を危険にさらす禁忌の技術と強調されているので、本編の時代でペイル社がガンダムの名を冠する機体を開発しているということには何か特別な事情があると思われます。本編の時代ではジェターク社、グラスレー社、ペイル社の3社がモビルスーツ開発協議会の御三家と呼ばれているようですが、そもそもプロローグの時点では御三家の一つがペイル社ではなくオックスアース社だったと仮定すれば、オックスアース社はバナディース機関を潰されてしまったものの、その後別の企業名義でペイル社を作り、人体に支障をきたさないガンドアームを作り出したと考えることもできそうです。いずれにしても監査組織カテドラルが黙っていないと思うので、ガンダムファラクトはグラスレー社とは敵対するのではないでしょうか。スレッタ・マーキュリーは水星からの編入生とされているので、エリーが母エルノラと水星へ逃れた後、ガンダムルブリスを回収したのか、それともそれをベースに新型機を開発したのか、事情はまだ分かりませんが、ガンダムエアリアルと共にやってきたようです。エリーという名前を隠してもガンダムに登場すればグラスレー社やカテドラルの目の敵にされてしまうと思うので、どんなタイミングでガンダムは出てくるのか、グラスレー社と戦っていく物語なのか、気になるところです。またガンダムルブリスは特殊な機体で、
アレクサのような対話システムが組み込まれているようでした。そのため、ガンダムエアリアルも、スレッタの行動に合わせて強くなる AI システムが組み込まれているかもしれません。さらに、カテドラルのデリングは、モビルスーツは、ただ、人を殺す兵器であるべきと強調し、ガンダムは、敵だけではなくパイロットも殺す兵器なので、存在してはならないと主張していましたが、そもそも、カルドは、ガンドフォーマットは、人類が宇宙で生きるためのものとしてガンダムを開発しているので、ガンダムには、パイロットや人類が宇宙で生きる希望となるモビルスーツという意味が込められているのかもしれません。ということで、以上、水星の魔女の判明している情報からの内容考察でしたが、いかがでしたでしょうか。他にも色々気づいた皆様、ぜひコメントしていただけたら嬉しいです。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければ、もう一本動画を見ていっていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。